いらっしゃいませ。このチャンネルでは包丁研ぎやお料理をより楽しむための情報をお届けしていきます。切り口独特。はい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 。よーし、それじゃあ早速ではではよろしくです。こちらこそだよ。あの可憐な動画がインターネット上だけで終わるとは思っていませんでした。やばいですやばいです。もう本当にやばいんです。もういっそ笑ってください。これもちょっと笑っていいのかな。たった3ヶ月前の話なのにとても懐かしさを感じました。でもかっこいい私をご堪能いただけると思いますので、ぜひぜひ見てほしいです。私もちょっと繰り返しまた見てみようと思います。本当にこう映像と音楽とそして楽曲だったりセリフだったりっていうものが本当に濃厚に楽しめる、一つのアニメーションだと思うので、ぜひぜひ最終話までもう涙なしでは見られない展開が待っているので楽しんでいただきたいです。それではやってみましょう。グローアップ祈り。みんな準備はいいね。それでは後半の内容をご紹介します。今回は天然砥石を使用して包丁を仕上げます。使用するのは大平のレンゲス板、中山の愛さ、カラス砥石などです。大平のレンゲス板は初めてなので、どのような仕上がりになるのかとても楽しみです。いやもうありがとうございます。かなり女の子らしいものに仕上がっているので、ぜひぜひそんなアーシャ楽しんでもらいたいですね。まあしょうがないな。私のやる気見せてあげますよ。さて、それじゃ早速だけどどうするのか聞かせてもらおうかな。どうしよっかな。いっちゃおっかな。しろよ。では研ぐ準備をしていきましょう。こちらの砥石はまだ平面出しが完璧ではありません。定板に乗せてみるとまだ隙間が見えるのが確認できます。動画ではよく見えづらいかもしれませんね。まずは後まで削って大まかな平面を出します。なお砥石の粉は艶出しに使ったり、皮とになじませて刃先のバリ取りに使ったりといろいろ使えるので、私はこのように密封できる容器に保管しています。いやなんか思ったよりみんな考えてくれてるのよね。なんかそれが逆にこうもう一周回ってこう愛と笑いを呼んでくれて、ちょっと感動するぐらいになってきてるわ。じゃあ次行きます。大まかな平面が出来上がったら、次は定板と研磨紙を使ってさらに砥石の平面度を上げていきます。これは一番大切なこと。あいつはすごいよ。もうなんかすごいんだよ。本当にこう匠っていう字が似合う現場なの。すごいことですよね、やっぱり。確かにそうかもしんないけど、何がやっぱりでそうなるの？なんか君ってそういうのあまり上手じゃなさそうっていうか、不器用そうだなって。何？皆さんの応援があればきっとできるでしょう。頑張りますので応援よろしくお願いします。みんなできる？よければ教えてください。はい、ということでできました。じゃん。エモい。なんかエモい。一応聞いておくけど、みんなの意見は？あれ、気に入らない？我ながら結構いい案だと思ったんだけどな。今回使用したアトマや精密石定板ですが、概要欄にアフィリエイトリンクを貼っておくので、ぜひともこちらからご購入ください。露骨な宣伝。I like walking。もういい？では準備が整いましたので包丁を研いでいきましょう。最初に使用する天然砥石は大平のレンゲス板です。大平のレンゲス板で準仕上げ研ぎが終わったら、最後は中山の砥石を何個か使って包丁を仕上げていきます。私のやる気見せてあげますよ。それファイト。大丈夫、頑張りぼん。わあ、いい音だよね。皆さんにも聞いてもらいましょう。うるかにしてください。うるかにしてくださいって何？どうかしてるぜ。わからんですね。ちょっと難しいかも。いかがですか？褒めてくれても構いませんよ。どれくらいかかるんです？あ、そうなんですね。
時間かかんないんだ。やだ、私、なんか、漏らしちゃった。気に入ってくれた？嬉しい。後でいっぱいモフモフしてあげるね。完成。いやー、どうですか皆さん。どうですかほら。そうですね。いいかもしれませんね。大好き。流行る気持ちを抑えきれないなんてね。特技にできるかもしれない。いえ、本当に大したことはしてませんから。素晴らしいじゃないの。じゃあ次。それ、新商品ですか？これですか？買ったのかもらったのかよく覚えてませんが、確か、京都で5年前。違う。気に入ったから私が買ったの。こちらの砥石をご説明します。説明文は購入したお店からの引用ですが、偽りのないとても信頼のできるお店だと存じます。お嬢さん、食べてもらうほかはないな。説明はそれからだ。尺を使う。もうやだ、食べたくない。じゃあ食べまーす。どうでした皆さん。私が今どれぐらい食べたかみんなに多分伝わってない。絶対舐めただけだろうとか思ってる方、結構かじったからね。ねえ、バカにしてない？正直に言ってごらん。やだ、バレた、また。ぶっ殺す。マジぶっ飛ばす。あ、そう？じゃあなんとなく説明するよ。こちらの砥石ですが、ほぼ本土前の都議官の浅木砥石になります。これは本土前層に敷戸前層が貫入した砥石のため、本土前の都議官になっており、そのきめの細かさ、わずかに曇る仕上がり、どれをとっても最高品質の砥石です。本土前の都議官を得られる砥石は貴重ですが、こちらの砥石は色が少し暗いため、価格設定もお買い得になっております。それでは茶番が多すぎるので、さっさと研ぎましょう。元からちゃんとはしてんだよ。そうそう、ジャージはちゃんと用意してきた？私ちゃんと着てますから。うん。着てる。よーし、それじゃ2人1組に分かれて始めー。イエスサー。おお、できたか。どうやらまたもや大事なことが分かっていないようだな。芸術の域にまで高める条件はただ一つ。人の心を感動させることだ。人の心を感動させることができるのは人の心だけなのだ。俺今かっこいいみたいな顔してるんだ。おり、おかみ、お前はクビだ。出てけ。残念。次行ってみよう。ツッコミどころも満載で進んでいくストーリー。全く先が読めない。次は何が起こるんだ？一個思いついた。私すごい。いいから黙って持って行ってくださいね。なんぞ？じゃあ次。可愛いセリフでときめかせてください。突然ですが聞いてください。何かね、きりたんぽが食べたくない？いい匂い。美味しいものはみんなで食べるともっと美味しいんだよ。お、いいね。何かける？よし、ということで一回落ち着いて、どうするみんなどうするね。みんなどうする？私も台本にまず最初にどうするって書いてあるの。ね、どうするのが一番なんかこう適切な。冗談なんだからそんな真面目に考え込まないでよ。じゃあサクッといきましょう。この砥石に水をかけて包丁を研いでいきます。任せてくれよ。なんか喋りたいことある？雑だよ。いや、そんなつもりはありませんよ。
ただ私は黙って見るに忍びないんでね。ポンコツは黙ってて。お嬢さん、私が誰だか知らぬわけではあるまい。わからんのだな。知ってます。榊原さんですね。この身の程知らずの愚か者が。私は榊原ではない、お上だ。この大バカ者。つまらんわ、もうつまらない。もう本当にこんな時間を過ごしてしまってもったいない。なんかねえ、もう嫌だと、そういうところだよね。まあそうっすね。男ってそういうとこある。ダメだっていうのに言っちゃう感じ。あるね。あるある。つまらなくたってうわーという失敗談であっても、私は光り輝くと思います。ということで、私のこの頑張り、みんなにも届いたと思います。やったー、できたよー。できました。眩しくて見えない。皆さんぜひ見てもらいたいです。見て、この可愛いが詰まったやつ。みんな可愛い。世界に一つだけの可愛いだよ。うん、オンリーワンでナンバーワンなんだよ。いつまで見ていても可愛い。もう私そんなに可愛いですか？可愛い可愛い。ごめんなさい。ちょっとめまいが。なんでやねん。はい、じゃあ次。じゃあサクッといきましょう。何事何急いでんすか。おお、気合とコーヒー出てきたよ。どりゃあ、ここは任された。いっくよ。できました。終わったわ。綺麗な色。うっとりしちゃいますね。どうしよう。そうだな。スカッと明るい小津のような鏡面でもなく、中山のような薄く水を張ったような鏡面でもなく、意外と曇った仕上がりになりました。できないんだけどさ、そういうのが悩みだよ。本当に悩んでます。占い行こうかな。なんかちょっと打開策を知りたいですね。どっちなんすか？科学で行きたいっすか？オカルトで行きたいっすか？まあどっちってやつかな。なんかそれぞれいいところがあるから、どっちがって選べないんだけど、難しいな。オカルトだー。気にしいなのわかるわ。じゃあ次。はいはい、わかりました。そういやー、1回、はい、2回、最後はこちら。終わった。やっと終わった。なんで終わるんだと思う？なんだろう。いろいろ、キリがいい。ねえね
投稿主が疲れたので今回はこの辺りで終わります。それでは忙しい日が続いていると思いますが、お体に気をつけてお仕事頑張り本です。何うまいこと言ってんだよ。次回第29話、仕上げと義語の最終仕上げ。もっと強くなれますように。ご視聴ありがとうございました。あら、もう終わり？はい、今回は終了です。だから今は露骨な宣伝。たまに利用しよっかな。なるほど。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。します。ついでに教えといてあげるけど。何？チャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。